こんにちは。今回は、チャオグランプリとエッググランプリですね。最初のコースはブリザードバレー、カスタムはナックルズにタイプ J ヨータ、ガジェットは、スタート成功ボーナス、ファストチャージ2種、リングゲットダッシュミニ、グリップ力強化、ランオフボーナスです。まずは、ラインに従ってリングを集めます。ブーストは拾わなくていいです。今回は、スタート成功ボーナスと合わせて進み切る、くらいで100枚にするプランにしていますが、スタートボーナスの枠に、何か、別のものをつけたい場合は、ランオフボーナスを利用すれば、スタートして正面にあるブーストを取って、わざと外側の雪の道を走ってかなり集めることも可能です。道の横に常にダートが続いているというこのコースならではの方法ですね。ラインの通りに動いて、ジャンプ台から飛んでちょうど100枚ですかね。左側にブーストがあるので、2周目までに行きましょう。この先2つ道が分かれますが、上の方がいいです。ただ、どちらにもブーストがあるので、必ず両方に行きましょう。順番はどっちでもいいですが、ダートを踏みやすいので、ミスしてやり直すべきか、判断が早期にできる分、1周目に下側に行くのをお勧めします。最後のカーブは、芝の上をブーストで抜けましょう。2周目ですが、前半に、ブーストは、1個あれば大丈夫ですので、持っている場合はそのまま、持ってない場合は、スタート直後のを取りましょう。しばらくはそのまま進みます。次左に曲がって、少ししたら右に曲がる際にブーストを使って、カーブを内側から越えてしまいましょう。その後リングが流れてくるエリアは、中央から右あたりを位置取りましょう。左側のブーストを拾っていたら、右から行きましょう。道も短いし、リングもあります。分岐は上に、ブーストは中央にありますので、あまり横に動きすぎないように。3周目ですが、ここまでに回収してないなら、必ず、スタート直後のブーストを回収。ブーストは、2周目と同じ場所で使います。越えた後は、ラインに従うように進み、中央のタンクを越えてから、少し右に動くと流れてくる青ボックスを取れます。飛行機になったら、左側にブーストがあります。キングブーストは、すぐに使って加速。通常のブーストは、ゴール前の芝を越えるために使います。グリップを確保し、ショートカットする位置を覚え、ダートを踏まなければ、タイム的には問題なくゴールできると思います。おそらくですが、カスタムは、割と選択肢が多いかと。ただ、ブーストが長い方が有利なコースなので、ダッシュやパワーのステータスは、高めの方がいいのは確かですね。よっしゃ新記録だ。次は、ラジカルハイウェイ。カスタムはナックルズにランドスマッシャー。ガジェットはリングゲットダッシュ。ダッシュミニ。セカンドファストチャージ。スタート成功ボーナス。ダッシュパネルボーナスミニです。無駄な浮き上がりをいかに減らせるかが大事ですね。ラインに従いながらリング回収。最初の下り坂の入り口では、右側にあるブーストを回収。分岐は、右を選択。バリケードを壊して少ししたら、右に曲がって飛び降りてショートカットです。パワータイプなので、壁にぶつかってもリングは落ちません。飛び上がると料金所の4分岐ですが、1周目はガイドに従って左から2番目を通りたいです。一番右とかに行かない限りは大丈夫でしょう。橋ですが、右側の細い道を通ります。少し難しいのはわかるのですが、ここを通らないとほぼ S ランクが取れないと思うので、絶対に通れるようになりましょう。多少減速しても良いので、位置合わせを慎重に行い、飛び出す距離を抑えるのが大事です。乗ったらできる限り揺れないように進み、橋の終点まで乗っていると飛び出した時に、標識にぶつかってタイムロスするので、最後のダッシュパネルを踏むと同時に左に移動しておりましょう。その先の2分岐は左に行ってください。右の方が早いと思いきや、実は左の方が早いです。2周目も基本は同じですが、ガイドに従って、料金所を右から2番目の場所を通って、ブーストを回収します。最初に話したことにつながるのですが、橋を渡る際には途中で落ちないように、このコースでは、
浮いている時間が、大して前進もしないため、一番もったいないです。まあ、一周分ぐらいなら途中で落ちても、セーフだとは思いますが。ちょっと早めに落ちましたが、加速が乗っていたのでセーフです。ラジカルハイウェイは、ジェネレーションズでのリメイクも2回と優遇されてますよね。今回は初のレースコース化ですが、原作と同じく、二分岐の道、ループ、飛び上がったら、料金所、橋の横を通れると、再現性がとても高いですよね。さすがに、ゴール前のスクリューループはありませんでしたが。3周目は、料金所を抜けるまで、ラインの通りに動きます。その先の橋で手前から上がれる道が増えているのですが、これは乗らないように、そのまま下を通って、これまでと同じく、右のダッシュパネルを乗り継ぎます。一応、新しい道の右側には青ボックスがあるので、普通に欲しいと思う人は多いと思います。ですが、このコースをよく見てください。ダッシュパネルが、後半はほとんどあるんですよね。つまり、ダッシュ持続効果が、長いキングブーストを取っても、ほぼ意味がないです。ラストのカーブ内側のダートは、普通のブーストで十分ですしね。ノルマタイムに関しては、余裕がないように思えるんですが、ブーストアイテムは、ゴール前1回しか使いどころがない。最後の分岐は、左の方が早いとか、その辺に気がつくことができれば、一気に楽になります。よっしゃ新記録だ。チャオグランプリ最後のコースはチャオパークです。コース自体は、ごく普通な感じですので、いかに、走りが雑にならないかが大事です。ナックルズにタイプ J ヨータ、ガジェットは、ファストチャージ2種、リングゲットダッシュ、スタート成功ボーナス、エアトリックボーナスです。早々に100にし、常に素早く、カーブは、高レベルのドリフトで抜けることで、速度を保ちましょう。スタート直後の上り坂は、ダッシュパネルを踏んで、すぐ横に移動、コースターにぶつからないように。飛んだ後ですが、リングをたどるように移動。カーブ終わりには右側に移動し、高台の方に乗ってリングを回収します。その先左に曲がる際にリングをたどれば、ここで100枚になるはず。下りの時は、距離感が分かりにくいので壁にぶつからないように、中央の金網の部分を走っていけば、ブーストがあるので、遅くても2周目には回収しましょう。先が見えにくいですが、飛んだ後は右ギリギリを曲がっていきます。カーブが終わったら、ブーストが2になっているので、すぐ解放。ゴール前の直線は、直線ドリフトで3レベルを出してください。2周目、最初のカーブの左側のブーストを回収。一応後でも大丈夫ですが、3周目は、ダッシュパネルの位置が変わる関係で、ここで回収した方がやりやすいかと。今度は、左側から飛んで下にあるブーストを回収、と同時に使ってしまいます。見ての通りなのですが、このコース、本カーブが、長い上に、最初の上り坂にはダッシュパネルがあるので、ブーストを有効に使えるのがここぐらいしかないんですよね。今拾って即使いましたが、1周目で拾っていた場合も、ちょうど、この区間はダッシュパネルが切れるので、ここで使うのがおすすめです。3周目は、右側の青パネルに乗って加速、そのまま、右側のインコースを維持します。飛んだ後はインコースで、飛び上がるところは、左側の方がいいです。下りは先が見えにくいですが、ラインガイドがあるので、それに従うように動きましょう。出口付近にリングはありますので、リカバリーはできますが、相当早い段階でリングを落としてしまうとタイムが落ちるので注意。ボートパートは、20リングのある水柱に乗れば、その先のブーストを取れます。ただ、これ、やるよりもインコースで走った方がいいかも。難しいならやらないのも手ですね。その先は、できる限りインを取ります。ぶつかってもトリックボーナスで打ち直せるので大丈夫です。ボートが終わったら、左にショートカットがありますが、難しいので不採用。ブーストを使って、そのまま、正面に、最後はダッシュパネルを乗り継ぎます。
エッググランプリ突入です。最初のコースは、ドンパファクトリー、シャドウにランドスマッシャー、ガジェットはランオフボーナス、ファストチャージ2種、リングゲットダッシュ、スタート成功ボーナスです。壁にぶつかりやすい場所があるので、パワータイプのマシンで対策しています。最初は、リングをたどって進みます。階段から降りたら、左側のインコースでしばらく移動してください。ペイントマシンの地帯を抜けたら、右側に移動、ブーストを回収します。回収後少し進んだら、ブーストを使ってダートを移動。その先のブラシは、ダメージのあるオブジェクトなので、ぶつからないように。今回は、ガイドの通り、正面の道へ、真ん中にブーストがあるので回収。その先のカーブは、内側に行きましょう。ただし、車が移動しているので、飛び込むタイミングに注意。極端な内側でなくて大丈夫。滑る床の上を少し進めるだけでも結構な短縮です。車にぶつかると減速するので、かなりの確率でノルマに届かなくなります。ゴール前は、ブーストでダートをカット。その先は、直進ドリフトでレベル3を出します。2周目に入ったら、最初の階段右側にあるブーストを回収。また、ペイントの先で使ってダートカットです。ブラシエリアの先、今度は、ガイドが出ているので、左側の道に入ります。そのまま進むと、少し遠回りになるため、途中で飛び降りましょう。今回は、滑る床には乗らず、ブーストを回収します。そういえば、この最後のエリア、車がぶつかるかどうか判断できないって人も多いと思います。対処なんですが、何回かプレイして、だいたい時間がこれくらいなら曲がるとぶつかるってのを把握すると良いと思います。それに合わせて、左右どっちのダッシュパネルに乗ってから曲がるか、最初からガードレールに擦りながら入るとか曲がり方を変えると、絶対安全に抜けられるパターンが一つあるはず。少し難しいものの、タイミングさえよく曲がれれば、こっちのもの、場合によっては、ファストチャージをハンドリングチューンとかに変えて曲がりやすさで補うのもいいかも。ハンドリングが高ければ、その分ブーストも溜めやすいのもありますし。ダートカット失敗してますね。ブラシエリアは、左側に青ボックスがあるので、忘れず回収します。最後は、インコースで曲がって、ブーストは、ゴール前のダートを超えるのに使えば大丈夫です。あ、まあ動画 NG じゃない時点で、これで間に合うってことなんで、どうしても、苦手って人は、一周目だけ完璧に曲がるのを頑張るだけで大丈夫とも言えますね。3周目のやらかしが2つとも大きかったですね。それでも間に合うあたり、苦手な場所が多少あっても大丈夫。できることを一つ一つ増やして達成しましょう。次は、アクアフォレスト。いろいろやることが独特で苦手だって人もいるかもしれませんが、実は結構楽なんですよ。ショートカットも知っているとあっさり達成できると思います。シャドウにタイプ J イオタ、ガジェットはエアトリックボーナス、超高速エアトリック、リングゲットダッシュ、セカンドファストチャージです。最初は、インコース気味にリングを集めます。ガイドは、右の木に飛ぶように指示がありますが、これは罠。左をそのまま進んでください。ボートになったらチャージジャンプして正面にあるダッシュリングに入ります。入った後、キーを右に入れて曲がると、ブーストの回収が間に合います。その後は、中央のリングを拾いながら進みましょう。次ボートになったら、チャージジャンプで、正面のダッシュリングに入ってショートカットします。チャージジャンプとトリックは使ってもいいですが、あまり左右に動かないようにしておきましょう。空中でもできる限りトリックしてリングを貯めます。アクセルを入れずに曲がっていき、チャージが溜まり次第出して、ジャンプからトリック、ボートが終わったら、ブーストを使って、正面のダートを越えながらショートカットへ。これで1周です。2周目は、最初のカーブで右側にあるブーストを回収。その先は1周目と同じですが、最初のダッシュリングで飛び上がった後は、左側インコースで進みましょう。ここまで見て分かったと思うのですが、ボートパートはすぐに飛ぶので、ほぼ曲がらないし、それ以外の陸地も、最低限の動きしかしてないんですよね。このせいか、意外と、スピードタイプとかでも恩恵があったりします。ダッシュタイプだと、どうしてもドリフトが苦手で、直線とかで減速しやすい場合は、スピードタイプに変えれば、あっさりいけるかもしれません。前もって解説しておきますが、3周目は、ついに、青ボックスのために、最初の分岐で右側に行きます。ただし、ボックスがあるのは中央で、極端に、右や左にずれていると取れないので、注意ですね。うまく位置を合わせて飛びましょう。
速度がつきすぎて位置合わせが難しいと思ったら、ブレーキやアクセルオフに使っていきましょう。3周目もダッシュリングから進むのですが、その先ショートカットリングができています。実は、これ、ショートカットリングのくせに通らない方が早いです。動画だと通っていますが、手前のダッシュリングに触らないように左側から飛べば、1周目とかと同じルートを進むことが可能です。後で公開されるスーパーソニックスピードの方では当然回避しています。まあ、一応通るメリットもあって、通っておくと、ボートに入り口の真正面に出るんですよね。2周目で話したスピードタイプとかにしていて、ハンドリングが極端に低い場合は、こっちを使った方がロスしない、なんてこともあるかもしれません。対戦でもメリットあると思ってます。下の足場にある障害物でキングブーブーの攻撃を回避したり、ホーミングの射程から外れるため、その攻撃を近くの相手に押し付けることができるかも。ショートカットじゃないリングを通っても、これぐらい余裕があります。今回の中で見ると、道自体も素直な作りで S ランクは難しくないでしょう。エッググランプリラストは、エッグマンエキスポ。先に言っておきます。このコースワンダーミュージアム並みに厳しいです。すべての変形が登場して、総合力が試されるため、後回しにするのも良いと思います。ミクにタイプ J ヨータ。ガジェットは、スタート成功ボーナス、カベリングガード、リングゲットダッシュ、ファストチャージ2種です。1周目しばらくは、ラインガイドの通りに正確に動くようにします。ラインから外れないようにうまく動きましょう。ドリフトは、臨機応変に、少し正面に進むようにラインができていたら解放しても良いと思います。カベリングガードは少しコスッとサイに落とさないようにするためですね。スタートボーナスをつけていることからわかるように100にしてその速度アップの恩恵を受けるのが最優先です。ロングカーブはリングの列が終わると同時ぐらいにレベル3ブースト、その先もラインをたどるように進みましょう。リングが十分なので飛行機パートは右に進んでアイテムボックスの回収を優先します。ブーストがゴール前で必要です。ボートパートは内側にボックスがあるのでそのまま走れないので注意。ラインを目安に曲がっていきます。カーブが終わったらジャンプからレベル2のブーストにしたいですね。ボートが終わったらすぐにブースト。右のボックスを吹き飛ばしながら曲がります。この時カベリングガードがないと高確率で落とすので、ここのリング不足からゴール前ストレートでのロスをなくすために採用しています。2周目、左側のブーストを回収。以降は、1周目とほぼ同じです。飛行機パートでは、レベル3ブーストを貯めて出すのを繰り返します。今回のカスタム例は、あくまでも基礎的な動作しかしない場合での回答です。もし、他のコースは、全部 S なのに、ここだけってぐらいの実力者なら、ジャストチャージボーナスとか、操作を完璧にして、リングガードの部分をゲットダッシュミニとか他ステータス系とかにしてみると、すんなりいけるかもしれません。あとは、後期でのダッシュリング中央通過を狙うとかですかね。塵も積もればということで、3周決めれば、約1秒の短縮となります。ブーストでショートカットした後のドリフト計測。ゴール前は、直線ドリフトでレベル3を出しましょう。3周目は、エッグドラグーンが動き出します。ダッシュパネルができるのですが、そのまま進むと当たるので、ブーストを使って、先にパネルを踏みましょう。これでブーストがなくなりますが、ボートパートの最後左側の空中に青ボックスが出るので、そこで回収します。残りの動きは変わらないので、では、ここで、締めの挨拶を。ご視聴ありがとうございました。いろいろ忙しくて完成が遅れてしまったのですが、以降もまた、最低4日ぐらいかかります。録画自体は終わっていますので、引き続きお待ちください。スーパーソニックスピード版も含めて11月中には完結させたいです。この動画が役に立った方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。クロスワールドもまだまだ続きますからね。タイムアタックが終わっても色々と役立ちそうなレース解説とか、配信をやっていく予定です。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。本当にギリギリですね。でも、裏技じみた加速テクとか、強力すぎるガジェットを縛ってもいけるあたり、本当に絶妙な作りになっているんですね。こうして見ると、タイムアタックのノルマも完成度が高いと思います。